はい、皆さんこんにちは。映像クリエイターのしゅんです。本日なんですけども、今こちらに、並べておりますですね、ソニーさんのですね、シネマラインシリーズ、いわゆる FX シリーズになるんですけれども、それをですね、まとめて比較していけたらなと思います。こちら今 FX30、FX2、FX3、FX6 で、もう一つですね、FX9 っていうカメラがあるんですけども、このシリーズってですね、どれも見た目、方向性はですね、結構近いかなと思います。特に FX3 から FX30 までのラインナップはですね、近いと思うんですけども、どこの部分がどう違うのかとかですね、自分にはどのカメラが合っているのかみたいなところですね、シネマラインをですね、導入する上でですね、ここ結構分かりにくい部分かなと思います。価格差自体はですね、分かりやすいんですけれども、今安い順にちょっと並べているんですけれども、単純に高いモデルを買えばいいっていう話でも当然ないです。なので、なんとなく上位機種の方がですね、すごそうとかですね、逆になんとなく安いモデルでいいかなみたいな形でですね、選んでしまうとですね、やっぱり後から思っていた使い方とちょっと違ったなとか、そうやって感じるケースもですね、正直多いなと思っております。僕自身もですね、本格的に映像制作を始めてからですね、ずっとこの FX シリーズ使ってきております。実際で現場で使いながらですね、FX30 から FX9 までですね、一通り現場で触ってきました。なので今回はですね、カタログスペックだけじゃなくてですね、実際撮影現場でどう、違うのかっていうところですよね。どんな人にどの機種が向いているのかっていうところ、あとは予算に対してですね、どこまで必要なのかっていうところですね。このあたりまでですね、できるだけ分かりやすく整理してですね、ご紹介していけたらなと思っておりますので、最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、ということでですね、まずですね、そもそもシネマラインシリーズっていうのは何なのかっていうところですね、ここをですね、ちょっと整理していけたらなと思います。まずですね、ソニーのカメラでですね、大きく分けると2つの系統ございます。まず1つはですね、アルファシリーズになります。で、もう1つがですね、このシネマラインシリーズになります。アルファシリーズに関してはですね、写真も動画も両方撮れる、いわゆるハイブリッド機とか、そういったものが多いんですけれども、僕が持ってるアルファ7、5とか、まさにアルファシリーズになるんですけれども、こちらのシネマラインシリーズ、かなりシンプルに言うとですね、映像制作に特化したカメラになります。動画も撮れるカメラとですね、あとは動画のために作られたカメラって全然使い勝手の部分がですね、かなり違ってくるんですよね。で、シネマラインシリーズはですね、本当にもう動画に振り切ったカメラになりますので、例えば長時間撮影でもですね、止まらない冷却ファンを搭載していたりとかですね、録画中に一目で分かるようなですね、タリーランプっていうですね、レッグランプが搭載されていたり、ケージなしでも組みやすいですね、ネジ穴がたくさんついていたりとか、音声収録を前提に作られた設計とか、そういった風に現場で困るポイントをですね、最初から潰してある設計っていうのになっております。さらにですね、もう一つ大事になってくるのがですね、このシリーズのルーツになります。で、シネマラインってですね、そもそもいきなりこの FX シリーズから始まったっていうわけではなくてですね、もともとソニーにはですね、いわゆる映画で使われるようなベニスとか、あとはブラーノですね、とかベニス2とか、そういったカメラがですね、いわゆる映画とか、ネットフリックス作品とか、そういったもので使われるいわゆるハイエンドのシネマカメラっていうのがございます。シネアルタシリーズっていうですね、シリーズになるんですけれども、 FX のシリーズに関してはですね、その上位機種のですね、例えば色の作り方であったりとか、あとは操作性の部分であったりとか、あとは考え方の部分ですよね。このあたりをですね、しっかりいいところを引き継いでですね、それをもっとコンパクト小さくですね、扱いやすくしたシリーズっていうのが FX シリーズになります。なのでコンパクトなんですけれども、中身はちゃんとしたシネマカメラっていうところですね。これがシネマラインのですね、本質じゃないかなと思います。なのでこのシリーズ自体はですね、 Vlog 用のカメラの延長とかではなくてですね、ちゃんと映像制作をこれから始めたい人の入り口でもあり、現場でしっかり使える実践機でもあるっていうですね、そういった位置づけなんじゃないかなと思っております。もう一つですね、このシリーズの大きな特徴がですね、上位機種からですね、こういった下位の機種までですねの一貫性っていうところがすごく魅力的だなと思っております。例えばですね、こちらの FX30 のようなですね、エントリーモデルでもですね、操作の考え方とか、色の作り方とかは上位の FX6 とか FX9 とかとそこまで大きくは変わらないんですよね。これが何を意味するかっていうとですね、例えば最初に FX30 とか、FX3 とか、そういったもので学んだことをですね、そのまま FX6 とか、僕も先日使わせていただきましたブラーノとかでも通用するっていうところになります。大きい制作現場とかになると FX6 とかですね、ブラーノとかベニスとかをメイン機にして、例えば FX3 をですね、本当サブ機として扱っているっていうところもあったりするんですよ。色合わせがしやすいっていう部分、操作性の部分ですねが一貫
換性があることで、いわゆるステップアップしやすかったりとか、複数台運用しやすかったりとか、そういったメリットっていうのも生まれております。なのでシネマラインシリーズっていうのはまとめると映像制作に特化した設計で、かつですね映画用のカメラの思想を受け継いでおりまして、その上で上から下までですね一貫したシステムっていうところ、これが大きい特徴じゃないかなと思います。はい、ということでですね、ここからはですね、そもそもの話なんですけども、なんでここまで多くの映像クリエイターがですね、ソニー機を選んでいるのかっていうところ、ここの理由についてもちょっとお話できたらなと思います。ここ知ってる方も当然多いと思うので、必要なければ飛ばしていただいて大丈夫なんですけれども、正直今の時代ってですね、どのメーカーもかなりレベルが高いコンパクトなシネマカメラっていうのを出していると思ってます。なので、ソニーだけが圧倒的に画質がいいから選ばれているとか、色味がいいから選ばれているっていうわけではないんですよね。じゃあなんで選ばれているのかっていうところなんですけれども、現場でのですね安定感、総合力っていうのがめちゃくちゃ高いんですよね。その部分だなと思っております。まず一つがですね、やっぱりレンズですね。ソニーの E マウントレンズっていうところがですね、ほんと純正レンズめちゃくちゃ多いですし、シグマとかタムロンみたいなサードパーティー製のですねレンズっていうのも充実しております。なので広角標準、単焦点、望遠とか、とにかく選択肢がですね多いっていうところですね。ここ一つ特徴になっております。選択肢が多いので、単純に自分の作りたい映像に合わせてレンズが選べるっていうところがですねめちゃくちゃいいポイントだと思います。あとはですね、フルサイズと APS-C とかですね、関係なく同じ E マウントレンズを使い回せるっていう点もですねいいなと思ってます。もちろん APS-C 用のレンズをですねフルサイズ機で使う場合はですね、自動でクロップされちゃうとかそういったところはあるんですけれども、この部分置いてもですね FX30 APS-C カメラになるんですけども、こちらで使っていたレンズをですねそのまま FX3 とか6とかにステップアップする際にもですね運用できるっていうところですね。逆にこちらで使っている G マスターレンズとかを FX30 につけることも当然できるというところですね。なのでカメラをですねだんだんステップアップして買い替えたとしてもですね、レンズ資産は無駄にならないっていうところですね。これはもう本当長く続ければ続ける人ほど大きいメリットになるのかなと思います。次にですね大きいのがですね安定感ですね。映像の現場ってやっぱりピントを例えば外したりとか、カメラが途中で止まっちゃったりとか、手ブレとかでブレちゃったりとか、露出の設定ミスっちゃったりとか、そういった小さな失敗っていうところが積み重なっていくと、本当に一気にクオリティっていうのがガタ落ちしちゃうんですよね。で、大きな事故にもなりかねないっていうところですね。で、ソニーのカメラに関してはここの失敗のしにくさっていうところがめちゃくちゃ強いなと思っております。AF ですよね。そこも正直かなり優秀で、瞳 AF とか、あとはトラッキングの精度とか、被写体認識の部分ですよね。そこら辺はですね、もうほぼ任せてもいいレベルになります。僕もオートフォーカスですね、めちゃくちゃ多用してるんですけども、特にワンオペになってくるとですね、ピントに気を取られている暇がないですね。むしろ構図とか動きに集中したい場面って多くなってくると思うので、AF を信頼できるかどうかっていうところはですね、かなり大きいポイントだなと思っております。次にですね、熱停止になりますね。シネマラインシリーズはですね、冷却ファンっていうのを搭載しておりますので、長時間撮影でもですね、めちゃくちゃ止まりにくいです。特にですね、夏場の現場とかだとめちゃくちゃ重要です。途中で止まるかもしれないっていうですね、不安が少なくなるだけでですね、かなり撮影に集中できたりするので、ここの部分もですね、非常にポイントになってくるかなと思います。で、さらに手ブレ補正ですね、FX3 とか FX2 とか手持ちでもですねかなり安定した映像っていうのを撮れます。例えばジンバルが使えない場面とかでもですねクオリティを落としにくいっていうところが特徴になってくるかなと思います。なのでやっぱりソニーってちゃんと撮れる、そういった失敗が起きないっていうところ、ミスの確率を下げてくれる、そういったカメラになるのかなと思います。もう一つ大きいポイントですね、サイズ感ですよね。特に FX3 とか FX2 とか FX30 とかですね、もうほんとめちゃくちゃちっちゃいんですよ。やっぱ当然小さいと持ち運びの面も楽になりますし、長時間撮影っていうところもすごく疲れにくいですし、ジンバル運用もすごいしやすいし、狭い場所でも取り回ししやすいっていうところ、こういったメリットございます。映像制作ってやっぱ機材が大きくなればなるほどもちろん現場の質がクオリティっていうのは上がりやすいんですけど、その分やっぱフットワークめちゃくちゃ落ちちゃうんですよね。ソニーのシネマラインシリーズっていうのはこの小ささとクオリティのバランスですよねがかなりいいなと思います。ワンオペで撮る人にとってはこのサイズ感っていうのは
本当に大きい価値になるなと思います。で、最後ですね、これまたちょっと方向性違うんですけども、ソニーユーザーめちゃくちゃ多いんですよ。なので情報っていうのはとにかく多いです。そこの部分はやっぱね、すごく大事なポイントだと思うんですよね。おすすめ機材とか、S ログのカラーグレーディングの方法とか、トラブルの対処方法とか、あとはメーカーさんもですね、すごくバックアップ対応充実しておりますので、そういった部分を含めてですね、ソニーのカメラ、初心者にとってはですね、とても助かる要素っていうのは多いと思います。で、仕事を使う上でもですね、ソニーユーザーって現状やっぱ多いので、わからないことがあればすぐ解決できる環境、あとは色味の部分も合わせやすいとか、そういった上でですね、長く利用していく上ではですね、かなり大きな利点っていうのが多いです。なのでやっぱソニーが選ばれる理由、ちょっとまとめると、レンズの自由度とか、失敗しにくい安定性とか、小型で高性能なバランスとか、あとは情報量の多さですよね。このあたりが大きいなと思っております。単純にやっぱスペックがすごいからじゃなくて、現場でちゃんと使われるから選ばれるとか、そういったですね、部分が一番しっくりくるのかなと思います。はい、ということでですね、ちょっと長くなっちゃったんですけど、いよいよ FX30 から順番にですね、1台ずつ見ていきたいと思います。はい、ということでですね、ここから1台ずつ見ていきたいと思うんですけれども、まず最初にですね、こちら FX30 になります。こちらですね、FX30 は動画撮影時約2010万画素、静止画でですね、2600万画素の APS-C 機になります。シネマラインではですね、一番下のモデル、いわゆるエントリーポジションになります。ただすごく大事なポイントになってくるんですけれども、エントリーだから性能が低いとか、そういったカメラではないです。むしろですね、シネマラインの考え方とか操作性をですね、一番低いコストでしっかり体験できる、そういったカメラになるかなと思います。価格はですね、ボディ単体で約27万円前後になります。この価格帯でですね、4K120 フレームレート、もちろんクロップはされるんですけれども、4K120 フレームレート、42210ビット、S-Log3、あとはシネ EI っていうのも使えます。そしてもちろん冷却ファンっていうのも備わっておりますし、タリーランプ、あとはネジ穴っていう部分もしっかりございますので、拡張性っていうのも高いですと。しっかりやっぱ映像制作を学ぶため、映像制作これから本気で入っていきたいなっていう方のですね、スタートラインとしての1台目として、こちらのカメラめちゃくちゃいいなと思っております。で、FX30 の大きな特徴はですね、APS-C サイズ、いわゆるスーパー 35mm のですね、センサーになるというところですね。フルサイズと比べるとですね、やっぱり光の取り込み量とかですね、あとはボケの大きさですよね。このあたりがですね、やっぱ不利になってはきます。特にですね、暗所の部分ではですね、FX3 とか FX6 とか、そういったものと比べるとですね、ノイズっていうのは結構出やすいと思います。ただですね、スーパー 35mm 特有のですね、少しちょっとザラッとした質感とか、映画っぽい距離感ですよね。あとはフィルムライクなちょっと雰囲気を出したいとか、なんかフルサイズの劣化版っていうのは、スーパー 35mm っていう表現を持ったカメラっていうですね、捉え方でも全然悪くないのかなと、個人的には思います。で、動画性能自体はですね、正直結構やっぱ優秀ですね。まずですね、6K オーバーサンプリングによる 4K 収録っていうのができます。これによってですね、解像感っていうのは高いですし、ディティールっていうのもすごくしっかり出ます。かなり綺麗な映像っていうのが出てくると思います。で、4K120 フレームレート、42210ビットに対応しておりますので、この価格帯でここまでできるっていうのはですね、正直かなりすごいなと思います。ただですね、やっぱ 4K120 フレームレートでの撮影時は約 1.6 倍のクロップが入ってしまいます。なので、実質結構クロップされちゃうんですよ。例えば 16mm のレンズをつけていたとしても、ハイフレームレートでスローモーションにした瞬間ですね、画角が一気にグッと縮まってしまうので、そこの部分には注意が必要になります。単純に広角でスローを撮りたいとか、狭い空間でスローモーション対応したい方、そういった方にはですね、ちょっと FX30 は不向きかな、注意が必要かなと思います。で、FX30 のですね、何より強みはですね、操作性と拡張性になります。冷却ファン搭載しておりますので、長時間撮影にもですね、比較的強いですし、タリーランプ搭載もちろんしておりますので、録画状態っていうのもわかると。で、ネジ穴もあるので、ケージもリグとか組みやすいですよっていうところですよね。で、しっかりですね、ダブルスロットで CF エクスプレスタイプ A をですね、2つ挿せるようになっておりますので、もう本当操作感とか見た目の感じはですね、もういわゆる FX3 とかとほぼ変わりはないです。エントリーモデルとはいえですね、こちらのカメラ触れておくさえすればですね、ステップアップでですね、FX3 とか6とか行くときにですね、ほとんど違和感なくスムーズに使いこなせるかなと思います。まとめるとですね、FX30 はですね、ただのやっぱエントリーモデルではなくてですね、映像制作を
学びながら実践できる、そういったカメラだなと思います。もちろんスペックだけ見るとですね、上位機種には劣る部分が多いんですけれども、操作性であったりとか、あとは拡張性であったりとか、あとはですね、表現の幅っていうところをですね、そのあたりはですね、しっかり備わっておりますので、十分、そこの部分表現できるかなと思います。はい。ということで次ですね、こちら FX2 になります。こちらのカメラ、FX2 はですね、FX30 と3のですね、間にあるモデルになるんですけれども、実際の立ち位置としてはですね、ワンオペの性能をですね、最大化させたフルサイズ機っていう、そういった表現が一番しっくりくるなと個人的には思っております。単純にですね、スペックの上下でいくとですね、この3と30の中間にはなってくるのかなと思うんですけれども、考え方としてはですね、30が入門機とするとですね、FX3 がですね、動画特化型とするとですね、FX2 はですね、ワンオペ最適化みたいな、そういった役割なのかなと思っております。FX2 ですね、動画時はですね、有効画素数約2760万画素、静止画はですね、約3300万画素のフルサイズ機になります。この画素数ですね、FX3 よりかなり多いです。なので FX2 はですね、しっかり解像感が出るというところと、ディティールが細かいというところですね。と、あとはトリミングの体制、もちろんそういったところもありますと。写真に関してはトリミング体制があると。そういった特徴がございます。ただですね、4K60 フレームレートで撮る場合はですね、APS-C の記録になるというところ注意が必要です。で、7K オーバーサンプリングの 4K 撮影っていうのができるので、ワンカットごとの情報量っていうのはしっかり、撮れるというカメラになっております。はい。4K60 フレームレート、4K120 フレームレートっていう部分のハイフレームレートでの撮影っていうのがですね、と、あとは高感度側ですね、ベース ISO もですね、FX3 ほどないので、そういった部分はですね、ちょっと弱い部分になるかなと思います。ただですね、FX3 にはない、メリットっていうのもあって、まず AI プロセッシングユニット、こちらを搭載しております。なので、人物だけじゃなくて、動物、人とか、あとは乗り物とか、そういったところのですね、認知精度っていうのがかなり高くなっております。実際使ってるとですね、本当に AF の精度っていうのはめちゃくちゃいいので、もうピントもほぼこいつ任せでいいレベルだなと思います。特にやっぱり被写界深度が浅い状態とか、いわゆるボケが大きい撮影でもですね、しっかり AF 追従してくれます。これワンオペだとやっぱめちゃくちゃ大きい特徴になってくるかなと思います。本当当然ながらピントを気にする時間が減る分ですね、構図とか、あとはカメラワークとか、そういったところにですね、集中力避けられるので、映像の表現の幅っていうところも広がってくるのかなと思います。あとはですね、手ブレ補正の面に関してですね、こちら FX3 とかにはない機能としてダイナミックアクティブモードっていうのが使えます。例えば歩き撮りしたりとかですね、ちょっと小走りしながら撮影したりとか、いわゆるジンバルが使えない現場での手持ち撮影、そういった場面でもですね、しっかり安定した映像っていうのが撮れます。あんまりジンバル持ちたくないなとか、ジンバル持ってないなっていう人にはですね、めちゃくちゃありがたい機能なんじゃないかなと思います。ただですね、このモードを使うと画角がめちゃくちゃクロップされちゃうんで、そこの部分は注意が必要になってくるんですけれども、用途に応じてですね、ダイナミックアクティブモードっていうのが活用できるっていう部分はですね、非常に大きいメリットになるのかなと思います。FX シリーズの中ではですね、珍しいんですけども、こちら、チルト式の電子ビューファインダー、いわゆる EVF っていうのを搭載しております。なので、屋外でもですね、EVF で確認もできますし、構図っていうところをですね、集中して見れるっていうメリットもございます。でですね、静止画の画素数3300万画素あるので、写真もですね、かなりしっかり本格的な写真っていうのが撮れますと。EVF ついているので、しっかり構図確認しながらスチール撮影っていうのもできるっていうのが FX2 の特徴になるのかなと思います。なので、動画だけじゃなくて写真っていうところもしっかり埋めてくれる、そんな1台が FX2 になるのかなというところです。はい、ということで FX2 まとめると、やっぱスペックだけ見ると、先ほども言ったように中間モデルにはなってくるんですけれども、実際はですね、一人で現場を回すためのですね、完成度がめちゃくちゃ高いカメラということになります。AF もしっかり任せられますし、ブレもしっかり抑えられる機能を搭載しておりますと。で、絵もしっかり、解像度高くて綺麗っていうところですね。で、写真もですね、一応撮れるというところ。このですね、バランスがすごくあるので、ワンオペ主体の人にとってはですね、こちらかなり現実的で使いやすい1台なのかなという印象です。はい。でですね、次、こちら FX3 になります。こちらもう発売された時から僕すぐ購入して、もうずっと5年間ぐらい使ってきているですね、カメラになります。シネマラインのシリーズの中でもですね、一番使っている人が多いモデルがこちらの FX3 になります。いわゆるですね、動画専用機のですね、定番モデルになってくるのかなと思います。制作現場であったりとか、YouTube とかミュージックビデオとか、あとはドキュメンタリー撮影とか、
いろんな用途でですね、僕も使ってきました。本当にかなり幅広い現場で使われているカメラになるのかなと思います。じゃあなんでですね、こんな幅広くですね、ここまで選ばれて使われているのかっていうところなんですけれども、結論から言うとですね、ちょっと冒頭でもソニーが選ばれる理由でお話ししたようにですね、シンプルに失敗がしにくいカメラなんですよね。そこに尽きるのかなと思います。FX3、フルサイズセンサーなんですけれども、画素数はですね、約1210万画素になります。ここ最近のカメラと比べるとですね、画素数かなり、小さいんですよね。これですね、デメリットでは全然なくてですね、完全に動画に振った設計っていう形になります。画素数をですね、しっかり抑えることによって、1画素あたりのですね、サイズが単純に大きくなるんですよね。なので、光をですね、単純にたくさん取り込めるので、ノイズっていうのが非常に出にくいし、暗所にめちゃくちゃ強くなるんですよね。FX3 の特徴としては、とにかく暗所性能めちゃくちゃ強いっていうところです。こちらデュアルベース ISO で ISO800 と12800を持ってます。12800っていうところがですね、もうめちゃくちゃすごいんですよ。本当にすごくてですね。普通のですね、動画機、カメラだとですね、ISO を上げるとだんだんノイズが出てくるんですよね。ベース ISO っていうのはですね、そこの段階で一度グッとノイズが減ってくれるっていう ISO 値になるんですけども、それが12800っていうところでめちゃくちゃ高くてですね、本当に夜の街とか暗い室内であったりとか、照明が少ない現場とか、そういった撮影場面っていうのもですね、少なくないのかなと思うんですけど、そういった環境でもですね、かなりクリアな映像っていうのが撮れます。本当にですね、このカメラ買ってそこが一番驚いたポイントで、暗所での安心感っていうのはもう圧倒的に高い、そういったカメラになります。かつですね、FX3 4K120 フレームレートにも対応しております。で、しかもですね、さっき FX30 の時はですね、クロップされるって話をしたんですけども、こちらはですね、約 1.1 倍のクロップってことで、ほぼクロップないですというところになります。これもね、めちゃくちゃ重要なポイントになってくるかなと思うんですけれども、ほぼそのままの画角でスローが撮れるっていうところですね。やっぱスローモーションって意外と編集時に多用するんですよね。結構ですね、ちょっと絵が持たない時とか、表現の幅ちょっと見飽きない映像をするためにですね、緩急つけるためにスローモーションとか使ったりするんですけど、そういった形でですね、スローモーションを多用する可能性ってめちゃくちゃあってですね、多用する人にとってはここの部分大きいメリットになるかなと思います。で、FX3 もう一つ強みがですね、このサイズ感になります。もちろん FX2、FX30 もですね、同じサイズ感にはなるんですけれども、ここまで中身がしっかりとしたですね、本当にいわゆるシネマカメラっていうラインになるんですけれども、そこに冷却ファンが加わっていて、XLR ハンドルつければですね、キャノン端子で前音声収録もできると。このあたり全部ある程度揃っています。何にもかかわらずですね、やっぱ FX6 とかと比べてもらうとですね、もう本当に小ささわかると思うんですけれども、こんな小さいのにですね、現場でしっかりいろんな用途で使えるカメラっていうところがですね、FX3 のめちゃくちゃすごい魅力だなと思っております。この小ささがゆえにですね、ワンオペ撮影であったりとか、あとは移動が多い、現場のドキュメンタリーの密着撮影とか、あとはジンバル運用とか、そういった部分でですね、かなり強いなと思います。デメリット、強いて挙げるとしたら画素数が少ないので、写真用途としては弱いっていう部分ですよね。あとは上位機種後から紹介するんですけど、こちら内蔵 ND フィルターっていうのはないです。やっぱ ND フィルターって動画撮影の時にはマストで使用するんですけれども、特に屋外撮影とかだとですね、濃さを変えるのに可変 ND 使うか、もしくはフィルター付け替えてですね、濃度の濃さっていうのを変えていくんですけれども、そこの部分がですね、ちょっと後で紹介する FX6 とのですね、大きな差になってくるのかなと思います。本当に動画1本メインでやる人とか、暗所撮影をする可能性がある人、スローモーションを多用する可能性がある人、小型でですね、高精度なカメラ、ワンオペで運用できるカメラが欲しい方はですね、もう本当に FX3 がですね、めちゃくちゃおすすめです。はい。ということで FX3 まとめるとですね、派手な機能っていうのがあるわけではないんですけども、動画に必要なですね、要素っていうのを全部ちゃんと抑えられているカメラになるのかなと思います。暗所に強かったりとか、スローも自由に使えます。そういった柔軟性もあるし、本当に非常に安定して撮れるというところですよね。で、めちゃくちゃコンパクトなのですごく扱いやすいっていうところです。とりあえずですね、FX3 さえ持っておけば、大丈夫っていう、そう言えるですね、安心感がある1台になるのかなと思います。次ですね、こちらの FX6 になります。
こちらですね、一気にちょっと大きさ変わってくるカメラになるんですけども、FX6 はですね、これまで紹介してきた30、2、3と違ってですね、完全に本当に制作現場、プロの現場っていうのを想定されて作られたカメラだなという印象です。サイズもですね、大きくなりますし、価格もですね、さらにもう一段上がってきます。ただですね、その分現場でのストレスっていうのがかなり減るですね、機能っていうのがたくさん詰まっているカメラになります。まずセンサーに関してはですね、暗所性能や絵の方向性っていうのは FX3 とかなり近いです。ただですね、本当に絵の部分じゃなくて使い勝手の部分っていうのが FX3 との大きな違いになってきます。こちらやっぱり最大の武器になってくるのが電子式のですね、可変 ND フィルターっていうのを内蔵しております。これのですね、何がすごいかっていうとですね、露出が変わってもですね、絞りとかシャッタースピードとかを変えずにですね、ND だけで光量をコントロールできるっていうところになります。で、フィルター付け替えればもちろんそういった光量の調整できるんですけれども、そういったところの手間がないというところですね。さらにですね、オート ND っていう機能も搭載されているので、例えば屋外から室内にワンカットで入るシーンとか、そういったところの撮影でもですね、ND の調整だけでですね、露出の調整してくれるっていう機能もあります。例えば木漏れ日、日陰の中から日向に出るシーンとか、そういった移動をするカメラワークでの撮影っていう時にですね、露出途中で白飛んじゃったりとかいろいろ露出の変化っていうのが起きちゃうんですけれども、こちらの FX6 ならですね、そのまま撮り続けることできますし、意外とですね、オート ND フィルターシームレスに変わってくるんですよ。すごくナチュラルに変化してくれるので違和感なく使えるっていうところ、ここも非常にいいポイントだなと思います。正直ですね、便利なので、本当一度使うとですね、内蔵 ND 戻れないレベルでですね、現場楽になります。で、もう一つ大きいのがですね、接続周りなります。ここにですね、後ろの部分、ここに、いろんな接続周り整っているんですけれども、まずですね、FX3 にはないものとしてですね、SDI の端子、タイムコードの端子っていうのが搭載されております。HDMI ってどうしてもやっぱ引っ張っちゃうと抜けちゃうっていう可能性があるんですけれども、SDI だと抜けないので、非常に安定して使えるというところですね。コードちょっと引っ掛けちゃって HDMI 抜けちゃうとか、そういったことがですね、長時間の収録撮影とか、そういった時にですね、起きちゃうと非常にまずいので、そういった意味でですね、HDMI じゃなくて SDI っていうのが結構大事になってくる場面は多いんですけども、そこの部分しっかり端子ついておりますというところです。で、タイムコードの端子もついておりますので、例えば複数台のカメラとか音声っていうのを同時にタイムコードジェネレーターとか使えばですね、同期できますというところです。なので現場での利便性と、あとは編集、ポスプロでのですね、楽さっていうところにも直結してくるのかなと思います。インタビュー撮影とかイベント撮影とか、ドキュメンタリーとか、そういったところの用途でもですね、FX6 使うとですね、非常に楽に現場が回せるというメリットございます。FX6 ですね、ボタン配置もですね、特徴的で、カメラの左側ですねに操作系全部まとまっております。なので、ここの部分でですね ND の調整したりとか、ISO 変更できたりとかですね、あとはスロー&クイックモードっていうのもワンタッチでメニューに潜らずに使えたりとかですね、そういった操作っていうのが、すぐできるようになっているんですよね。そこの部分もですね、ちょっと FX3 とはですね、違う使い勝手の良さっていうのがあります。結構ね FX3 とかだと、カスタムボタン充実してるんですけども、メニューに潜らないといけない部分とかあったりするんですけど、そういった部分ですね FX6 の方が少ないというところですね。一つですね注意点ございまして、ボディ内手ブレ補正っていうところですね、いわゆるアイビスっていうのはありません。ここちょっと注意が必要になります。なので例えば手持ち撮影であったりとか、歩き撮りとか、このあたりに関してはですね、やっぱ FX3 とか FX2 と比べるとですね不利になってくるポイントなのかなと思います。大きさも大きいのでジンバル運用っていうのもちょっと難しくなってきますし、レンズの手ブレ補正に頼るってこともできないので、後からですねジャイロのですねメタデータっていうのを活用して処理をするっていうですねことも十分できるんで、そこ部分もあるので問題ないかなと思うんですけども、楽に取り回しができるっていう面に関してはやっぱり FX3 とか FX2 とかそういったものの方が便利かなと思います。はい、FX6 ですね、まとめると画質だけで言えばですね FX3 ともほぼ変わらない、もう近いんですけれども、撮影体験、現場での利便性そのものがやっぱ変わってくるカメラだなと思います。はい、ということでですね、最後に FX9、今ちょっと手元にないんですけども、こちらも簡単にご紹介できたらなと思います。FX9 に関してはですね、シネマラインの中でも、上位に位置するカメラになります。ここまで紹介してきたですね、機種とはですね、ちょっと立ち位置が違うので、本当に軽く紹介する程度にしたいんですけれども、ただですね、ちょっと紹介するんですけど、FX9、日本ではですね、販売終了になっております。なので、
今の国内市場だとですね、新品を導入するってことがちょっと難しいので、その部分はちょっと注意が必要になってくるかなと思います。こちらですね、一言で言うと作品とかですね、取り回し、生放送、ライブ配信とか、そういったものでですね、使うカメラになるのかなと思います。CM とかドラマとか、そういったものですよね。そういったですね、ちゃんと大人数で作り込む現場っていうので使われることが多いカメラが FX9 になります。なので単純にやっぱ機動力とか手軽さっていうところよりも、どれだけいい絵を撮れるか、現場でどれだけ使いこなせるか、そういったところに振ったカメラが FX9 です。スペック軽く触れておくとですね、フルサイズの 6K センサーっていうのを搭載しております。なので、他の FX6 以下のカメラと比べてですね、解像感はもちろん高いし、情報量っていうのもまた一段大きくなります。FX9 ですね、ちょっと手元にないんで申し訳ないんですけど、サイズめちゃくちゃ大きくて、基本的には1人で回す用のカメラではないです。イージーリグつけたりとか、あとは三脚とか、もう複数人のチームですよね。そういった体制で使うことが前提に設計されております。で、1個、デメリットとしてはですね、スローモーションですね、4K60 フレームレート以上の撮影に関してはですね、設定がちょっと複雑でですね、クロップも発生しちゃうっていうところですね。ここ注意が必要になります。なので単純にスローを使う人とか、機動力重視の人っていうところはですね、このあたり少しちょっと不向きかなと思います。FX9 まで行くとですね、正直比較対象はこっちのラインっていうよりはですね、もう1個上のシネアルタシリーズのブラーノとかベニスとか、そこら辺とですね、比較した方がいいのかなというところです。FX9 ですね、もう絵の質に徹底的にこだわりたい人とか、人物撮影が多い人とか、もうチームで映像制作してる人、そういった人にはですね、すごくおすすめのカメラになるのかなと思います。はい、ということで1台ずつ詳しくご紹介してきたんですけども、ここからですね、ちょっとピンポイントでですね、それぞれ比較していけたらなと思います。本当に自分に合うのはどれなのかっていうところをですね、その視点でですね、いろんな切り口で解説できたらなと思います。まずですね、ルックの作り方ですね、映像の色についてのちょっと話をしていけたらなと思います。シネマラインはですね、大きく分けて2つの考え方ございます。1つはですね、S シネトーンって言われるですね、カメラの中でですね、ある程度完成した色を作ってくれるですね、ピクチャープロファイルっていうモードがあるんですけれども、そういったピクチャープロファイルの中のですね、S シネトーンっていうモードになります。特徴としてはですね、肌が自然で綺麗になるっていうところと、コントラストが強すぎないっていうところですね。あとは取って出しでそのまま使えちゃうっていうところですね。そこが特徴になってきます。ただですね、綺麗に見えるだけじゃなくて、破綻しにくいようにですね、そういった色の設計になっているっていう点がですね、非常にいいポイントだと思います。一方でですね、S-Log3 っていうモードもあるんですけれども、こちら編集前提でですね、情報を最大限残す撮り方になります。ログ撮影なので、撮った時ってめちゃくちゃ眠たい映像になるんですけども、その代わりですね、ハイライト側の粘りがすごく強くなるのと、シャドウ側のですね、情報っていうのがしっかり残ってくれます。いわゆるダイナミックレンジっていうのがですね、ログ撮影することによって広がるっていうところですね。なので、色の自由度っていうのがめちゃくちゃ高くなります。あとはですね、普通にREC709で収録するよりもですね、後からグレーニングするときに色が破綻しにくいっていう特徴があります。例えばですね、夕焼けの空のグラデーションとか、暗いですね、室内のディティールとか、人の肌の微妙な色の差とか、そういった繊細な部分っていうのをしっかり残してくれるっていうのが S-Log3 になります。さらにですね、ソニーさんのシネ EI っていうモードを使うとですね、使ってですね、ベース ISO で撮影するっていうことをすればですね、ノイズを抑えつつですね、最大のダイナミックレンジっていうのを維持できながら撮影できるっていうところなので、シネ EI っていうのもめちゃくちゃいい機能だなと思います。シネ EI 詳しく知りたいっていう方はですね、別の動画でちょっとご紹介しているので、そちら見てもらえたらなと思うんですけれども、このモードもですね、シネマラインシリーズ搭載されております。本当納品スピード重視、取って出し重視って方は S シネトーンを使ってですね、作品のクオリティ重視って方は S-Log3 を使うっていう使い分けがいいのかなと思います。あとはですね、やっぱり機動力の違いっていうところ、ここもかなり重要なポイントになると思います。これってやっぱ撮影スタイルそのものを決める違いになってくるので、めちゃくちゃ大事なんですけれども、単純に FX3 だとですね、ボディ内手ブレ補正あるんですけれども、FX6 だとですね、ボディ内手ブレ補正ないじゃないですか。そういったところの、違いっていうのもありますし、さらに言うと、ダイナミックアクティブ手ブレ補正を FX2 は搭載しているというところですね。そういった手ブレ補正のモードの差っていうところもですね、比較する上でですね、大事なポイントになってくるかなと思います。例えばですけど、被写体に近づいていったりとか、カメラを回り込ませたりとか、そういったいわゆるジンバルなしでもですね、ある程度の動きっていうのが、アクティブモード、ダイナミックアクティブモードっていうのがあることによって成立してくるんですけれども、そういったところでですね、ちょっと表現の差っていうのは生まれてくるかなと思います。なので、そういった意味ではですね、動き、ワークに関してはですね、やっぱり FX6 よりも
3とか2とか、30も含めてですね、非常にしやすいカメラになってくるのかなと思います。ただですね、それとトレードオフ的なところでですね、FX6 内蔵 ND フィルターっていうのを搭載しております。これさっきも言ったんですけど、本当に現場が楽になるめちゃくちゃいいポイントになってくるので、明るさが変わってもですね、オート ND フィルターでですね、露出の調整っていうのもできますし、ND、簡単にですね調整できるので、そういった現場でのですねスムーズさっていうところが全然増してくるっていうところですよね。結局ね、これってどっちを取るかっていうところなんですよ。本当に動きを見せたい人はですね FX3 でいいと思いますし、露出安定させたい内蔵 ND 使いたいっていう人は FX6 でいいと思うんですよね。ちょっと違いっていうところもですね、一つ購入する上でのですね判断基準にしていただけたらいいのかなと思います。はい、ということでですね、今回はですねソニーのシネマラインシリーズ FX シリーズをですねまとめて比較してきました。いかがだったでしょうか。どれを選ぶべきかっていうのはやっぱりスペック表だけではですねなかなか見えない部分だと思うんですよね。なので自分がまずはどう取るのかっていうところ、あとは何を取りたいのかっていうところですよね。で、どこにですね、どこの性能、機能にですね、価値を感じるのかっていうところ、ここを整理できてくるとですね、かなりカメラ選びやすくなるのかなと思います。はい、ということでこの動画が皆さんのカメラ選びの参考になっていただけたらですね、何より嬉しいです。この動画が良かったと思っていただけた方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。